ですね。時間経てですね。1。なんかさっきから 1しかねえんだけど。きつすぎる。ねえ、1しか上がんないっていう。3かな ?1 か3なんで、1、2、3なんだよね。3上がってくれると、いいです。ドラクエのヒロインって時代を先取りしたのが多い気がする。7のツンデレ幼馴染みとか。あー、確かに。ママだーですね。ママーですね。ママーですね。なぜかママーって言うとスネを思い出しちゃうね。ママーですね。ママーですね。ほんとなんかスネ夫はいい値段になってる。で、お金が貯まってるんで、なんか買いましょうか。まあ、あまりライアン持ってく人はね、まあ、あることは確かなんですね。これが鉄ありですね。200余ってるんで、茨持ってる。あ、持ってない。確かに犬耳王女は早いな。薬草売るか。あ、バカやっちったな。キメラ使えばよかったのか。まあいいや。これキメラ使えばね、薬草売る必要なかった。はい、一生が終わりますね。これさ、どう考えてもさ、魔物をあれ、城内に連れ回すっていろいろ問題なんじゃないこれ。ねえ、魔物を城内に連れてくるっていろいろ問題なのかな。子供だから確か10年前なのかな。まあ、ライアンが連れてきたし。確かね、この話、第1章は10年前だったはずだよね、10年。だから、第5章の10年前の話なはずだよ、確か。何かで見たな、10年前っていうの。まあ実際はわかんない。違うかもしんないけどね。いや、過去の話ですね、過去の話。だからほら、ライアンはうろうろするじゃん、ライアンがあちこちね。おお、すごい。めっちゃ上がった。このおっさん、10年もうろうろしてたのか。小説での話かな。ああ、小説版か。はい。おてんば姫です。それはおてんばな姫がいましたってすげえ無礼な無礼な。というかさ、あれかな、今だとあれかな、ショコタンがやってんだよ。今アリーナだと吹き替えがショコタンがやってんだよ。アリーナ人気だよね、ほんと。アリーナって意外と身長低いんだよね。アリーナって。アリーナの年齢設定っていくつなんだろう。意外と若いんじゃないアリーナって、もしかして。ね、アリーナってほら、なんだっけ、あれ、イラスト見るとさ、かなり身長低いよね。壁に穴開けるとか、おてんばの言葉では済まないと思うんですけどね。ていうか、そもそもさ、なんでアリーナ、なんか設定あんのかね。アリーナってなんでこんなに、強いんだろう。ね、普通に考えてさ、アリーナの強さはさ、おかしいと思うんだけど、普通に考えて。なんかほら、なんかあんのかな、武術のなんか、血を引いてるとか。聖水があったはずだね、これ。あったね、聖水です。あれ、このソフト、聖水使えるよね。いや、俺、ふと思ったんだけど、前さ、俺の家になぜかさ、ドラゴンクエスト4がさ、3本ぐらいあったんだよね。
これその人一本だけ持ってきたんだけど大丈夫だよこれ。ハンタのビスケ的な何かとか。あそういえば、中の人ショコタンだったな。なぜかドラゴンクエスト4のファミコンソフトが3本ぐらいあったんだよ。アリーナ15歳ってのがありますね。あ、やっぱり。アリーナは旅立ちの時で15歳のようですね。あ、やっぱ15歳ぐらいなんだね。だからあんなシーンなぜ、わらわら。いや、それ言い出すとね、なんだっけ、マリオブラザーとかなんか、5本ぐらいあったからね。いや、多分さ、ほら、みんなやらなくなっちゃって、置いてっちゃったんでしょうね、結局。だから置いてった結果、なんか増えてっちゃったんで。一時期ファミコンソフトさ、ダブったのを合わせたら多分300本ぐらいあったんで、300本ぐらい。で、ここにアリーナの、防具がありますね。こっちか。ドラゴンクエスト4は初期ロムでしかできないのとかもありますか？ある。業者の在庫かな。ほんと業者だよ。ほんと業者と言われても、否定ができない。いとこがまとめてくれたのがダブりましたね。よくあるよくある。いらないからってもらったらさ、ダブってるといっぱいあるよ。どうしても言ってるなら。で、しばらくはレベル上げですね。しばらくは。100ゴールドあるからね。まず目標は200かな。仲間会話できるリメイクだと面白いこと言いがちな2人だ。確かに。簡単、3人パーティーなんでね、比較的楽ですね。で、狙うのは、なんだっけ、あれ、耳飛びネズミだっけ？この辺にいるやつ。狙うのは。お前じゃない。お前じゃない。こいつじゃない、狙うの。ブライがやばい。ブライが地味にやばい。ちょっとあれだね、レベル2になるまでは近場で狩るか。ダメージ受けすぎでしょ、いくらだ。この次のトルネコの大冒険が鬼門だったな。この攻撃力で壊せる城の壁ってもろすぎな気もする。やばい、クリフトがやばい、クリフトやばい。ホイミ間に合うかなこれ。間に合った。よかった。もうホイミは切れた。さすがレベル1。城の壁を当たり前のように蹴破る王女。本当だよ、すごいよ。やだよ。まあレベル上がりますね。MP しか上がらない。クリフト MP しか上がらない。宿屋に行かないと。宿屋。これ、ラッキー。相手が気がついていません。倒せない。でもさ、これさ、当時から疑問だったのは、なんでブライレベル1なんだろうね。まあそんなの言い出したらキリがないか。ね、だってブライってさ、どう見てもさ、宮廷魔術師でさ、年齢いってるじゃん。どう見てもレベル30ぐらいはあってもいいと思うんだけどね。まあ、それです、キリがないか。これ、耳飛びネズミですね。これを狙っていきます。これね、鈍感だったんだよ、多分。なるほど。これは高確率で川の帽子落としますんで、川の帽子手に入れだったんですよ、川の帽子が手に入ればね、なんだっけ、65ゴールドだっけ ?70 ゴールド近くが浮きますんで。落として川の帽子。落
落とさなかった落とさなかった、悲しみで。ギリギリバットです。まあスライムみたいなもんかな。冒険者としてはレベル1なのかも。確かに。最初からヒャダルコ使えたらそれで終わりますからね。ほんとだよ。一気にぬるげになっちゃう。最初からヒャダルコ使われるだけでぬるげになっちゃう。一気に。あと11ゴールですね。これ大体ね、なんか当時喋ってた時に言ってたのが、大体ね、なんだっけ、1ゴールド100円だっけ、大体。1ゴールド100円。だから、なんだっけ、大体100ゴールドが1万円ぐらいの価値じゃなかったかな。確か覚えてるかもしれないけど、ムプが足りないキャラになると思う。確かに。あ、よくさ、なんだっけ、この頃の宿屋がすごい安いっていうのは何なんですかっていうと、もともと昔って、宿屋って、安いんですよ。宿屋っていうのが。ほら、今みたいに、高級的な宿屋じゃないから。下手すると昔の宿だと、お風呂とかなくて、雑魚寝してるようなとこだったんで、だから安いんだよ、宿屋っていうのはもともと。まあ、気になったら宿場町とか調べると分かりやすいかな。宿場町とか。まあ今だとね、ほら宿自体が結構いい値段しますから。素泊まり2000円とかの感覚のそれかな。ああ、いや、安いとこだと2000円とかもしなかったかもしれないな。安いとこだと。これであれかな。このスバで馬屋で寝てましたな。ああ、そう、あんな感じ、あんな感じ。昔の日本の江戸時代とかだと、宿場とかでは、足を洗うサービスがあったぐらいかな。足を洗うの。足はほら、汚れるから。だけど、なんだっけ、当時、お風呂っていうのはどんな感じだったか、五右衛門風呂だったんだけど、五右衛門風呂の場合は、なんだっけ、ものすごい汚かったらしいよ。なんでかっていうと、何日もお風呂入ってない旅人とか来るから、わらじですもんね。そう。何日も旅してない人来るから、風呂の水がね、もうね、厳しい状態だったらしいですよ。かなり。砂利とか砂利もすごいし、お湯がベトベトでしたね。何か浮いてそう。馬屋はウィザードリーを思い出しますね。ああ、そうだね。あ、ウィズはね、PC エンジンの CD ロムで、1から5までなりますね。ウィズできるかね。お湯がおけいっぱいいくらとかいう話だった気がする。ああ、そうそうそう。ウィズできるかな。俺、ウィズはね、もう、20? 今の衛星感覚では無理ですね。ウィズ多分25年ぐらいやってねえから、もう忘れちゃってるね。あ、ウィズはあれじゃん。地図見ないと多分無理だから、攻略サイト見ながらやらないと多分無理だな。今何も見ないで。こそレベル上げが全てですな。そうそうそう。伊豆は何か見ながら多分みんなの助言とかないと多分無理だよ、水は。本当に。25年。いや、ワンなんて多分30年ぐらいやってないから、わかんないよ、多分。おい、おい、MP しか上がんない奴らばっかだ。HP が上がらないんだよ。水は難しいよ、本当に。ドラケーとか、FF に比べると。壁層あたりでワープで迷子ですかね。水はね、本当にね、当時も攻略本買ってて。この間やった女神転生1作目も迷子になってましたね。毎日やってたことは、目をつぶって地下10階まで行けたけど今は全然無理だろうな。あ、次はあれか。女神転生やろうか。ドラクエ終わって、ブルー終わったら、次はワンダーメガ、じゃなくてメガ CD 版の女神転生やりましょうか。あれ多分、プレイしてる人なんてほとんどいないと思うから、違うんですよ、ちょっと。モンスターも追加で確かいるし、
あとイベントとかも違うんで、あれやりましょうか。ただあれも攻略サイト見ながらやんないと多分無理だな。あれも多分迷子になってうろろうろろで多分なんか終わりそうな気がするけど。君の翼です。同じく次200貯めて、クリフトにね、茨の鞭を与えたいと思います。ヒノカグ土探して迷子になりそう。多分ね、多分ね、迷子になってね。視聴者からそこ右とか言われるんですね。だからせめてマップぐらいはね、攻略サイト見ないと多分ね、終わんないよ、いつまでたっても。いつまでたってもね、多分ね、終わんなくて、なんか多分ね、見てる人もね、多分イライラすると思うから、だからやった方がいいね。これで100ですね。お、耳取り。チャット遅延で通り過ぎて戻ってでしたね。笑。そう。せめてマップぐらいは見ないと。今のオートマップって神ですね。神だよ、今のオートマップはね、素晴らしいよ、本当に。オートマップはね、当時ほら、手書きでマッパーしてた人たちからすると、本当にオートマップはもう神ですよ、本当に。だからほら 3D マップのゲームっていうと、私はやっぱあれかな、昔は方眼用紙がお友達でしたからね。私はどっちかっていうとあれかな、なんだっけ、ソウルハッカーズ、あれがすごい好きでしたね。ソウルハッカーズはね、多分何回もクリアしてるな、ソウルハッカーズは。買ったよ、あれ DS 版も買ったよ、DS 版のソウルハッカーズ。ロンダルキアのマッピングとか嫌になりました。ロンダルキアは鬼門だね、あそこは。あれ無限ワープあるからね、あそこも。これでクリフト川の茨の鞭を買えばね。落とし穴をメモりましたよ。覚えてる。やった。俺もやった。ものすごい苦労してクリアしてる部分がある。マジでキラリと。雷の剣落ちてる場所が分かりやすくて助かった記憶。雷。イカズチの剣ね。ペルソナ1は長くて本体が止まるってことがあったな。ペルソナもやった。あれも 3D なんじゃ面白かったよね。なんだっけ、確か雪の上辺がすごい苦労した記憶がある。普通のエンディングはね、簡単に見れるんだけど、雪の上辺がね、なんかすごい苦労した記憶があるな。ちなみにペルソナって話つながってるんですよ。もともとはイフ女神転生イフの世界とペルソナ1がつながってて、お疲れ様でした。でペルソナ1とペルソナ2の世界がつながってて、で2と3もつながっててってつながってるの全部だから、つながってるんだけど、多分なんだっけ、いろんな意味でなんだっけ、登場人物的な問題あるんで、なんかファンサービスかな、ちょっとこうにやりとする感じのものがあるっていう。ペルソナに罪編は今配信しても大丈夫なんだろうか。難しい。階段下に歩きで無プ回復しましたね。そうま
ずいかもしんない。321のキャラの名前があるんでしたっけ？そうそうそう。ほら、一応話に繋がってるから。キリ城と南城とかですね。そう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 。1と2はかなりほら、繋がってるじゃん。ただ、なんだっけ、2と3も一応繋がってるんですよ。ただ、正確には2のちょっと違う世界ね。まあまあ、ネタバレではあんま言えねえんだけど、まあ、そういうので繋がってる。200溜まりましたね。これで、クリフトも、茨の鞭がね、装備できますんで、かなり攻撃力的にも問題なくなります。あれもやりましょうか。5で、なんだっけ、全モンスターを味方にするっていうのやりますか ?5 で。私のスマホの、なんだっけ、5は、モンスター全部仲間に入ってますね。プレイ時間100時間超えてるけど。例の裏技使えば簡単でしょ。例の裏技使えば、全モンスター仲間入れって簡単なんですよね。裏技はデバッグ用なのかな、裏技ってもともとは。ねえ、必ず会心の一撃プラス必ずモンスターが仲間になるっていうのはデバッグ用なのかな、一種。間違えた。ひとし好みですね。そうそう。この章でキラーピアスを手に入れて一生ものなんでしたっけ？アリーナ。この章でキラーピアス手に入んの？この章で。初めて知ったそれ。キラーピアスって結構先の方でしか手に入んないけど、ここで手に入んの？なんかあんのかな？裏技か、なんかバグ技かなんかで。なんだっけ、キラーピアスが手に入るのはもうちょっと、あれだよ、第5章だよ、基本的に。革の帽子落とさないんだ。革の帽子。キラーピアスは強いね。2回攻撃だからアリーナの開始の時期がね、出まくるからね。このキリキリバッタとか、リメイク版で割と序盤に手に入れてたんで勘違いしてるかもしれません。いや、だって2勝でキラーピアス手に入ったら、多分いろんな意味で、ゲームバランス多分壊れちゃうんじゃないいろんな意味で。2勝は鉄の爪ですね。2勝は。炎の爪も手にありますよね。ミスった。防御しちゃった。ロザリーヒルで手に入るやつが序盤には出てこないと思う。そうだね。炎の爪もガーデンブルクとかあの辺だからね。やばい。やばい。危ない。よかった。1匹だけだ。ごめん。また間違えちゃった。連射しすぎちゃった。お、やった。いいぞ、クリフト。ワコです。はい、こんばんはです。これレベルアップノート
音いいよね。ドラゴンクエストはね、レベルアップの音がほんと素晴らしいです。さ、なんだっけ、ファミコンはさ、レベルアップといえばこれってほどに染みついてる。大体レベルアップの音っていうともうこれだよね。あとはコインの音、マリオがコインを取ったらチャリーンって音もいいですよね。ただ4がさまだ楽なのはさ、清水でなんだっけ、メタルスライムが枯れるのが本当にいいですよね。あれがなかったら4はかなり多分時間かかるよ。ファイナルファンタジーは味気ない感じでしたね。あーそっか、ファイナルファンタジーはそっか。でもほらファイナルファンタジーはさ後にさファンファーレ勝利のファンファーレがあったからね。チャ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 あったじゃん。だまだ良かったんだけど、あれが良かったじゃんね。チャ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 。これで川の鎧が、まずあれか、川の盾にするか。川の盾を2名装備させますね。これで被弾が減ると思います。ファイナルファンタジーはクリスタルの曲かな。名曲だね。まあ FF って言えばね、クリスタルやっぱ出してほしいですね、クリスタルは。川の帽子落としてほしいな、川の。これちなみになんだっけ、ドラゴンクエストでやっぱほらなんで第一章とかになったんですかっていうとやっぱどうしてもなんだっけ世界のマップの広さに限界があるんで、もっとこうなんだっけボリュームを増やそうとした結果なのかな。だから何回も同じ場所に行ったりするけど、その分ボリュームがやっぱ当時はマップを広くもできなかったからね。今はほらオープンワールドとかでマップがすごい広くなったけど、やっぱ当時のいろんな意味の限界だったんじゃないかなと思います。容量が決まってるから、その容量でなんとかマップを広くしようとすると結局その同じ場所を何回も行くようにするしかないからこその苦肉の策ってやつかな。たださドラゴンクエスト3とかで2もそうだけど、船を手に入れてから本当にさ、そっか、だから昔の RPG の経験値が少ないのはそれもあるんだよね。迷うことが前提なんですよね。迷うことによって敵と戦って経験値が入るから経験値が少なかった。だけどほら今は攻略サイトとかがあって迷わないから。今では現実の地球よりも広いワールドとかあるそうですからね。例えばなんだっけマインクラフトとかだと地球の何倍も広いからね。ドラゴンクエストでサマルトリアになかなか会えないのはそのせいなのか。いやあれはそういう仕様かなあれは変なところ行って全滅したなぁ。世界地図をつなげるとドーナツ状になってるっていうのも当時の限界なんですね。そうてか面白いのがさ、なんだっけドラゴンクエスト3の世界ぐらいだとさまだ地球が丸いっていうのは分かんなかったはずなんだけどね。地球が平面ね、昔は。
確かね、地球をどうやって動いてるとかを証明したのは船使ったんじゃなかったかな。船を使って地球が丸いっていうのを証明したはずだね、確か。